ほんのちょっとの物語。こんばんは。ほんのちょっとの物語の時間です。最近気温が上がってきましたね。街を歩いていると少しずつ緑が豊かになってきています。さて、今宵はトーベマリカ・ヤンソンさんのムーミン谷の彗星からほんのちょっとの物語をお送りいたします。その日は大変長い一日でした。スニフもムーミントロールも洞窟へ出かける気になりませんでした。家から離れているうちに地球が壊れてしまったら大変ですものね。真珠を集めるのもいっぺんにバカバカしいことだという気持ちになってしまいました。二人はベランダの階段に座っていました。なんとなくそうしているのが一番安全なように思えたのです。そして今は青くなくて黒くなってしまった宇宙のことをひそひそと話し合いました。宇宙の中では太陽系の全体もまき散らされたサンドイッチほどの値打ちもないというのです。あの子たちに何かさせないといけませんわ。二人とも遊ぼうともしませんもの。ジャコウネズミに言われて、この地球が滅びることしか考えられないんですわ。こうムーミンママは心配そうにムーミンパパに言いました。子供たちをしばらくよそへ行かせようと思うんだ。ジャコウネズミが天文台のことを言っておるしな。とパパが言いました。何ですって？ママは尋ねました。天文台だよ。少し川を下ったところにあるらしい。星を観測する場所なんだ。子供たちが星のことしか考えようとしないのなら、あれを観測せんことはあるまい。ええ、本当にそうですわ。ママはそう返事して、ライラックの茂みの塵払いを続けました。ムーミンママはじっくりと考えてからベランダの階段へ行って言いました。パパとママが考えたんだけどね。あんたたち、ちょっと旅をしてらっしゃい。ママ、お願いだ。いつ地球が壊れるかわからないときによそへやらないでよ。とムーミントロールは頼みました。宇宙は暗闇で大きな怖い星がいっぱいなんだよ。と小さな動物のスニフは口の中でブツブツ言いました。そうね。あんたたちが見に行くのはその星なのよ。ジャコウネズミが言ったわ。どこかこの近くに星を観測する場所があるって。どの星もそんなに大きいのか、宇宙は本当に黒いのか分かったら、うちのみんなが助かるわ。そしたらママが安心できるっていうの？とムーミントロールが聞きました。そうですとも。ムーミントロールはすっくと立ち上がって言いました。僕たち調べてくるよ。ママ、心配しないでね。きっと人が思ってるより地球はずっと
大きいよ。今年はあいつら遅いんだな。スニフ、君はニョロニョロを近くで見たことがあるかい？あいつらは物も言わないし、人のことも気にしちゃいないんだ。両手を振りながらずっと遠くを睨んで、どんどん進んでいくだけなんだよ。パパが言ってたけどね、ニョロニョロたちはどうしても思ったところへ行きつけなくて、いつもどこかを憧れてるんだって。とムーミントロールが言いました。スニフはニョロニョロたちを見つめました。とても小さくて色が白く、顔はついていません。嫌だな。僕はニョロニョロを近くで見たことがないけど、見たくもないや。僕たちまだつかないの？とスニフは言いました。ムーミントロールはため息をついて、次の曲がり角でイカダを回しました。すると向こうの川岸に何かが見えたのです。ソフトクリームの入れ物のような黄色いものでした。一日中で初めて見た明るい色でした。あれは何？天文台なの？スニフは大声を上げました。いや、違うよ。あれはテントだ。黄色いテントさ。中に明かりがついてる。と、ムーミントロールが言いました。近づいてみると、誰かがテントの中でハーモニカを吹いている音が聞こえてきました。ムーミントロールはイカダの舵を曲げました。イカダはゆっくりと陸地の方へ曲がり、岸辺に止まりました。ハロー。ムーミントロールが用心しながら声をかけました。ハーモニカの音が止んで、テントからは一匹のムムリクが現れました。緑色の古ぼけた帽子をかぶってパイプをくわえています。やあ、僕はスナフキンと言うんだ。